This video program is presented by Smithsonian Museum. 皆さんは日本が第二次世界大戦で戦い敗北した歴史をご存知だと思います。なぜ資源もない東洋の小さな島国が世界を相手に戦う羽目になったのかということは、様々な原因と運の絡まる中で語られてきました。日本は欧米人が考えていたよりはるかによく戦い世界を驚かせました。世界最大最強の戦艦、世界最大の装甲空母、世界最強の艦上戦闘機、攻撃機を搭載する世界最大の潜水空母、他国の5倍の射程を持つ最強の魚雷、世界初の強襲揚陸艦、その他どこかの仮想戦機のような兵器を次々と繰り出しますが、アメリカ軍の物量の前には太刀打ちできません。命を懸けた特攻作戦でも連合軍の勢いを押しとどめるには至りませんでした。歴史において幾度も重大な戦いに打ち勝ち、国家滅亡の危機をことごとく切り抜けて神に守られた神国であると喧伝された日本は、ついに敗北することになります。初めての敗北は日本人を打ちのめし、多くの犠牲者とともに国土は焦土と化しました。しかし廃墟となった世界有数の災害大国はいつもと同じように瓦礫の中から立ち上がります。そして世界は今度は戦後の復興に驚愕することになります。戦後、日本はなぜ戦争に負けたのかと問う書籍が多数出版されます。それらの論調は日本の愚策と技術的劣等をあげつらうものばかりでした。今回はそのような戦争当時の逸話の中から現在も語られる話の一つを取り上げて検証してみようと思います。さて、ここから本題となりますが、皆さんはこんな話を聞いたことはありませんか？輸入したドイツ戦闘機や鹵獲した米軍機のエンジンはオイルの一滴も漏れずピカピカだったのに、日本の飛行機のエンジンはオイルがダダ漏れで一晩でタンクが空になった。実はこれ、日本の元エースパイロットや整備士だった人の体験談だと言われています。通りがかりのずんだもんなのだ。実は私はエンジンにはちょっとうるさいのだ。日本製といえば信頼と安心の証。日本のエンジンがオイル漏れなんて起こすわけないのだ。それに引き換え、欧米製のエンジンはよくオイル漏れを起こすし、故障も多いのだ。燃費も悪くて日本製エンジンに完全に負けてるのだ。欧米の自動車メーカーが電気自動車を作るようになったのは、実は日本製のエンジンに勝てないからと言われているのだ。なので日本製エンジンがオイル漏れを起こして欧米製エンジンのオイルが漏れないなんてことはありえないのだ。ちょっと待ってください。残念ながら大戦当時の日本の技術はまだ欧米に及ばなかったと言われています。なんだって。だからこそこのお話が疑われることなく語り継がれている理由でもあるのです。それなら何が変だというのだ。何が気に入らないのか全くわからないのだ。それは欧米機のエンジンは一滴のオイル漏れもなくピカピカだったというくだりです。あれれ、おっかしいぞ。なんで80年も前に作ったエンジンはオイルが漏れないのに、最近作ったエンジンはオイルが漏れるのだ。ではここで現在航空ショーで実際に空を飛ばしている第二次大戦の戦闘機を見てみましょう。わかりますでしょうか？機体の下にオイルパンを置いて落ちるオイルを受けているのです。実はこれ、実際に飛ばしているレシプロエンジン機では現在でも当たり前の現象なのです。バカを言うなのだ。オイルが漏れるエンジンなんかポンコツなのだ。こっちの飛行機は全然漏れていないのだ。航空機用のオイルは非常に粘性が強く、ある程度の温度にならないと
流れません。飛べない機体は何十年も整備されず、オイルの揮発成分が蒸発してコチコチに固まってしまいます。展示されている飛行機の大部分は飛べない機体なので、オイルが落ちてこないのです。現代の自動車のエンジンなら、オイル漏れを発見すれば、欠陥や故障だと思うのが常識でしょう。ですが、航空機用のレシプロエンジンは別の常識で動いています。航空エンジンの高度変化による影響は温度差で60度以上、気圧は4分の1まで変化します。急激な環境変化に耐えるために、航空エンジンは自動車のエンジンよりずっとシンプルでルーズに作ってあるのです。そのために航空エンジンはまるで2サイクルエンジンのようにエンジンオイルを消費します。第二次大戦で使われた航空エンジンなら1時間で6リットルを超えるオイルが燃焼して失われました。ご存知のように自動車であればオイルは点検の時に交換するだけで故障以外で大きく減ることはありません。ですが航空エンジンではオイルの大部分が燃えて消えてしまうので減った分を追加するだけなのです。また、エンジンオイルはエンジンの冷却のためにも循環しており、プロペラのピッチの変更に使う機体もありました。オイルが尽きることは、それらの機能も失うので、エンジン1機に月に50リットル以上のオイルが乗せられるのが常でした。それでも、出撃を2回もすれば、大きなタンクが空っぽになってしまうこともしばしば。当時は自動車のエンジンを扱ったことがあるだけで、整備兵になった人もいたので、前の日に大きなタンクを満タンにしたのに、次の日には空っぽになってるのを見て、一晩でオイルが全部漏れてしまったと思ったのではないでしょうか。ちょっと待つのだ。実際に飛行機のエンジンからドバドバとオイルが漏れているのだ。欠陥品なのだ。では一体、どこから大きなタンクが空になったと思ったほど、オイルが漏れているのでしょう。当時、飛行機を扱っていた人たちは、やはり車のエンジンのように、ガスケットやパッキングの出来が悪くて、漏れていると思ったそうです。しかし、本当にそんな漏れ方で、大きなタンクが空になるなんて、思うでしょうか。レシプロエンジンには、ピストンが上下するときに、クランクケースに発生する気圧差を逃がす、ブリーザーという穴がついています。自動車の場合は、問題になることは、ほぼないのですが、航空エンジンは飛行機の挙動により、あらゆる方向に荷重倍数が発生するので、どうしてもブリーザーからオイルが噴き出してしまいます。オイル回収装置でブリーザーから出たオイルは戻されますが、一部は装置も抜け、カウルや機体の下へたまります。このために、機体の継ぎ目からオイルが垂れる現象は、飛べる機体だと当たり前に起こり、直ちに不具合や故障だとは言えないのです。それならどうして輸入したドイツ機や分取ったアメリカの飛行機はオイルが漏れなかったのだ。おかしいのだ。あくまでも推測ですが、それらの機体はとても貴重な存在だったので、おそらくベテランの整備兵がつきっきりでお世話していました。機体の下に溜まったオイルは、普段は何の差し支えもないので放置されていますが、そのような飛行機では普段目の届かないところまできれいにされていたのではないでしょうか。パイロットは機体に黒いオイルの筋がついてない飛行機など見たことがないわけですから、ピカピカに磨かれた欧米機を見て、さすが先進国の飛行機は違うなと感心するわけです。こうして欧米機は一滴のオイルも盛らないのに、日本機はオイルがダダ漏れ伝説が語られるようになります。語られる伝説の矛盾点を解明する形で考察してみましたが、皆さんはどう思われましたでしょう。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。